皆さんこんにちは、五野へみきです。3週連続司会の話し方講座をお届けしています。今回が第3回ですね。最終回です。今回のテーマはこちら、司会原稿の直し方です。はい、これは例えば去年の司会原稿をもとに今年の司会原稿を作るというケースだったり、イベントスタッフ、司会者じゃなくて他の方が司会原稿を作るというケースだったり、あとは最近だったら生成 AI に原稿を作ってもらうというケースですね。こういった司会原稿って日本語の誤りがあったりだとか、表現として硬すぎるとか逆にカジュアルすぎる、そういったことがありますね。イベントのお客様というのは原稿を持って司会者の言葉を聞くわけではないですね。なので原稿が間違っていて、それをそのまま読むと司会者が間違えているってことになっちゃうんですね。なので事前に直しておく必要がありますね。それでは司会原稿を直すポイントを3つお伝えします。その1、敬語。その2、主語述語のねじれ。その3、言い回し。詳しくご説明していきます。スピーチトレーニング。それでは司会原稿を直すポイントその1、敬語。これ司会の話し方講座の第1回でもお伝えしましたけれども、司会者というのは主催者の一員でもあるんですね。なので社外のお客様向けの会で司会をするのであれば、自社の社長は、社長も会長も呼び捨て、そして謙譲語、身内扱いということになります。社長の〇〇からご挨拶申し上げますになるということですね。それではここで簡単敬語講座。内と外の区別。敬語表現って内外の区別とても重要ですね。お家の中ではお父さんお母さんって呼ぶけれども、一歩外に出れば母が申しております。こういうふうに謙譲語になると。ビジネスであれば同じ会社の社員に対してだったら上司は尊敬語、〇〇部長はいらっしゃいません。これが一歩外に出る社外の方に対してだったら上司も身内扱いになりますので謙譲語、部長の〇〇はただいま席を外しておりますになる。ここまではご存知の方が多いと思います。これ司会も同じなんですね。社員だけの忘年会で司会をするのであれば、〇〇社長からご挨拶いただきます。社外向けのお客様、社外のお客様向けの会で司会をするのであれば、社長の〇〇からご挨拶申し上げますになりますね。はい、ちなみにいただきます申し上げますどちらも謙譲語ですけれども、社長からご挨拶いただきますは主語が私たちですね。社長から私たちは社長からご挨拶いただきますなので、謙譲語になることで社長を立てています。社長からご挨拶申し上げますは主語が社長ですね。社長がご挨拶するということなので、申し上げますを使うことでお客様を立てていると。はい、司会原稿で敬語が間違っているということはかなり頻繁にありますので、ぜひ事前に確認をしてください。スピーチトレーニング。それでは司会原稿を直すポイントその2です。主語と述語のねじれ。例えばこんな原稿があるとします。このプロジェクトはオンラインセミナーを通して社員が能動的に学ぶことをキーワードに商品開発を行ってきました。これだとこのプロジェクトという人が商品開発を行ったことになってしまいますね。これが主語と述語のねじれです。これ主語を社員にして直すとこうなります。このプロジェクトでは社員がオンラインセミナーを通して能動的に学ぶことをキーワードに商品開発を行ってきました。社員が行ったになりますね。それから述語を直すというパターンもありますね。こうです。このプロジェクトはオンラインセミナーを通して社員が能動的に学ぶことをキーワードに商品開発を行うという試みです。これが述語を直したバージョンですね。このプロジェクトはこういう試みですということでねじれなくなります。で、今ちょっと棒読みで読みましたけれども、実際はこれ司会で読むときはですね、もうちょっとメリハリをつけて、このプロジェクトでは社員がオンラインセミナーを通して能動的に学ぶ、これをキーワードに商品開発を行ってきました。こんな感じの読み方になりますね。で、この主語と述語のねじれというのは長い文章になればなるほど起こりやすくなりますので、文章を短く区切るというのもおすすめですね。あとはその原稿が来た時にそもそもねじれているかどうか判断できないということもあると思います。
そういう時は生成 AI の活用ですね。便利な時代になりました。以下の文章に主語と述語のねじれがないか確認してください。以下文章ですみたいな感じで原稿を入れてしまえばですね、生成 AI がここがねじれています、これはねじれていません、判断してくれますね。あとは先ほどの敬語に関しても生成 AI、チャット GPT もジェミニもかなり日本語の敬語を詳しく上達していますので、原稿以下の原稿に敬語の誤りがないか確認してくださいみたいなプロンプトを使うのもいいですね。スピーチトレーニング。それでは司会原稿を直すポイントその3です。言い回しですね。特に文末、これがですね、させていただきますになっている司会原稿ってとても多いですね。例えばこんな原稿。司会を務めさせていただきます五野へみきと申します。なお本イベントはスピトレサロン主催で実施させていただいております。それではプログラムをご案内させていただきます。はっきり言ってくどいですね。あと噛みやすくなります。なのでさせていただきますを使わざるを得ないところ以外はもう全部取っちゃってください。司会を務めさせていただきますじゃなくて、司会を務めます五野へみきと申します。実施させていただいておりますじゃなくて、実施しております、あるいは開催しております、行っておりますでもいいですね。それではプログラムをご案内させていただきます。これはプログラムをご案内いたしますで十分丁寧です。あとは他にもですね、ここで1曲お聴きくださいとか、キーが多すぎて言いづらいので、ここで1曲お送りしますに変えてしまうというのもいいですね。言いづらいところ、読みづらいところ、意味が変わらない範囲でどんどん変えちゃってください。迷ったらご相談ください。スピーチトレーニング。ということで3週連続司会の話し方講座をお届けしてきました。五野へみきのスピーチトレーニングはメルマガの配信もしております。毎週話し方を解説するラジオをお届けしていますので、ぜひご登録ください。それから個別レッスンもやっておりまして、個別レッスンの方では司会の原稿を一緒に作るということもできますし、あとはその司会原稿を直す、今日ちょっと取り上げきれなかったですけれども、もっとカジュアルにするとか、逆にもっとオフィシャルにするとか、そういった司会原稿を一緒に直すということもできますし、司会の読みというのを一緒にトレーニングするということもセットでできますので、詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。